じゃあ移動しますか。警察署。じゃあ行ってくるよ。私も出かけるわ。私たちって探偵としてまだまだだけど、二人で力を合わせて頑張ろうね。おう。うん、そうだね。じゃあ、また後でね。鎌田警部はいるだろうか。そっからか。聞く。近くにいる人に聞いてみよう。呼ぶ？二人の人。お、近くに不敬さんがいるぞ。お忙しいところすみません。こんにちは。何かご用なの？聞く。鎌田警部はいらっしゃいますか？鎌田警部ですか？はい、実は僕。ちょっと待って。あなた、どこかで会ったことあるわよね。そうだっけ？考える。この声、さっきのセリフ。言われてみれば確かにこの人の顔に見覚えがある。なんかあったっけ？誰だっけ？手帳開く。クゼじゃないよね。顔違うしな。聞く。どこで会ったんだっ考える。誰だっけ？あれ？拮抗してるな。見る。ふけ。あの時のは。どの時の？ああ、あなたは確か。はい、宇津木探偵事務所の。あなたね。さいさいさおです。久しぶりです。お久しぶりです。こちらに転勤されたんですか？それに誰？メガネをかけていらっしゃるからすぐに気づきませんでした。そうなの。少し前にこっちに来たのよ。あ、普段はコンタクトなの。相変わらず素敵な不敬さんだな。まあべっぴんちゃんだね。で、それはどうでもいいんだ。鎌田警部から誰か訪ねてくるかもしれないと聞いていたけど、あなたのことだったのね。今担当の刑事を呼びますね。頼むぜ。お待たせ。へえ、君が探偵だって？軽そうなやつ出てきたけど、この人ってなんだ、神って言われたやつじゃないの？だよね。この人確かだよ今朝ね。現場にいた人だ。鎌田警部は打ち合わせ中だからこの僕が君の相手を任されたってわけ。はじめまして、上原大輔っす。ああ、それで神か。あ、上原の神は上じゃなくて神がかってるとかの神ね。こんにちは、宇津木探偵事務所の者です。聞いてみるか。今朝の事件の詳細が聞きたいんだよね。はい、お忙しい中恐縮なのですが。オッケーオッケー、なんだって喋っちゃうから何でも聞いてよ。大丈夫かこいつ。あそれいいのか？あの被害者なんだけど、実はさ。いきなりここで。確かに。上原刑事、奥で話されてはいかがですか？
そうですよね。こんなところでなんてねえ。貴重なアドバイスあざした。探偵くん、ささ奥の部屋へどうぞどうぞ。大丈夫なんだろうか。で、探偵くん、そんな呼ばれ方するのはちょっと複雑。どうぞ。あ、どうもありがとうございます。さっさ冷めないうちにどうぞどうぞ。せっかくお姉さんが入れてくれたんだからさ。まあいいや。知ってることを話す。事件についての詳しいお話を聞かせてもらいたいんですが。そりゃそうだ。お茶を飲みに来たわけじゃないもんね。さて何から聞きたい？まあ被害者の名前や年齢はもう知ってるかな？はい。被害者は地元の公立中学3年生の佐々木英介。年齢は15歳。今朝現場の方にも行きました。お、素晴らしい情報収集能力。そっか、現場に来てたんだ。そうです。あなたがこっぴどく怒られているところをバッチリ目撃しました。そうだね。じゃあ死亡推定時刻も聞いたからな。一応聞いとくか。昨日の午後9時頃だね。あのポンプ場付近は街灯も少ないから夜になると真っ暗になるんだ。一体なぜ被害者があの場所を訪れたのかはまだ捜査中で分かってないんだけど。遺体発見現場は国道沿いにあるポンプ場のすぐ脇だよ。昼間でもあんまり人が来なさそうな場所だね。そんなさらに夜。今日の明け方、現場をたまたま通りかかった人が通報してくれたんだ。気づいたこと？被害者があんな時間にあんな場所へ行った理由はまだ不明だけど、現場横の国道を車で通りかかった人が何かを見かけたという可能性はなきにしもあらずかな。そうだな。そっからか。考える。上原刑事から話を聞こう。マジか、まだあるの？もう一個気づいたこと。さ普通そんな時間そんな場所に、しかも男子中学生が行くとは思えないよね。そうなんだよね。なんであんなところへ行ったんだろう。上原刑事から話を。まだか。もう一回。何をしにあそこへ行ったんだろうね。被害者だな。被害者の佐々木英介は発見された時、頭に紙袋をかぶせられてたんだ。笑顔が描かれた紙袋ですね。そう、奇妙な状況だよね。しかもその紙袋、どうやら結構古いものみたいでさ。古い？古い？ちょいちょい被るな。科捜研で詳しく調べてるところだよ。鑑定結果が出るまではちょっと時間がかかりそうかな。ちなみに今回の被害者が発見された状況って過去に起きたある事件に似てるんだよね。それは知ってる。18年前の連続少女殺人事件ですね。その通り。いやー、何でも知ってるんだね、探偵くん。今回も探偵くんって呼ばれるのか。まあいいか。その事件でも遺体の頭に笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていたって話もあるし、だからそっち関係も含めて多方面から捜査していくことになりそうだよ。複雑な事件ですよね。18年前の事件の被害者は全員女の子だった。だから連続少女殺人事件なわけだけど、
でも今回の事件の被害者は男子中学生なんだよね。ねえ探偵くん、はい。 18年前の事件の被害者たちと今回の事件の被害者にはもう一つ大きな相違点があるんだけど、なんだかわかる？それは、年齢が異なるんだね。年齢高校生だろ。が異なる女子高生とんですよね。中学生だもんな。さて気になる答えは残念、外れ。年齢がバラバラなのは3人の少女たちだってそうだよ。え、じゃあ一体何なんだ？紐状のもので首を絞められたようだね。あ、そうだ。18年前は素手による殺人。ああ、そしてそうだね。佐々木英介は紐状のもので首を。忘れてた。そうそこ。首を絞められて殺害されたってのは同じだけど凶器の有無に違いがあるんだ。英介の事件。 18年前の事件も含め多方面から捜査していくことになりそうだよ。18年前の事件。18年前か。探偵くんは当時のことを覚えてる1歳だよね。あ、いえ。僕が1歳ぐらいの頃なので。そっかそっか。やっぱ見た目通り若いんだね。それで探偵やってるなんて大したもんだよ。僕も探偵になればよかったかな。なんかこうかっこいいよね。おっかない先輩に怒られることもないし。あ、そうだ、探偵くんのところで雇ってもらえないかな。気づいたこと？僕刑事より探偵の方が向いてるかも。話が横道にそれてるんだよ。上原刑事は当時の事件のことを何か覚えてますか？僕は当時小学生だったけどよく覚えてるよ。被害者はみんな未成年っていう事件だったからさ。僕らがっていうより学校や保護者が大騒ぎしてたっけな。集団登校に集団下校、近所の大人たちも付き添ったり見守ったり。その様子はさながら大名行列。イメージね、イメージ。僕も教科書でしか知らないし、大名行列。そっちか。下校時はみんなで体育館に集まってちゃんと揃ってるかチェックするんだけど、たまーに足りない時があって、そん時はもう大慌て。そりゃそうなりますよね。もちろん僕は先生、上原くんがいませんって言われて超探し回られてたタイプね。迷惑。学校まで子供を迎えに来る保護者もいたし、今改めて思うとすごく守られてたな。あの時はすみませんでした先生方。とまあそんなこんなで子供は日が暮れる前にみんないなくなっちゃうからさ、犯人も商売上がったりだよね。あ、商売は変か。もう一回。ただね、当時の被害者たちが奇妙な袋をかぶせられた状態で見つかったなんていうのは僕は全然覚えてなくってさ。そうなんですか。18年も前のことだから僕が忘れてるだけかもしれないけど、いやでもさすがにそんなショッキングなこと忘れるわけないと思うんだよな。紙袋のことは覚えてないな。聞けなくなった。紙袋のことは
じゃあ考える。18年前に小学生だったってこと。いくつなんだろう、この刑事さん。そっちこの刑事さん何歳なんだろ18年前に小学生だから、まあ、若くても24とか24から28とかそんな感じ。聞く。紙袋のことは取る。お茶。う。いただきます。どう？うまい？あのお姉さんが入れてくれたお茶は。あ、はい、とっても。いいなあ。僕も後でお願いしようっと。断られるような気がする。楽しみだな。手帳開く。あ、高見原。あ、年齢クエスチョンだ。見る。高見原。20代半ばってところかな。それにしても変わった刑事さんだな。見た目は普通なのに。上原刑事はエミオの都市伝説を知っているんだろうか。知っていそうな年齢だと思うんだけ聞いてみるか。ど。上原刑事はエミオという都市伝説をご存知ですか？エミオ？はい、微笑みの笑みに男と書いてエミオなんですが。知らないな。どんな都市伝説なの？僕は上原刑事にあゆみちゃんから聞いたエミオの都市伝説を説明した。今回の事件や18年前の事件に妙に近い内容だ。何か関係があるのかな。ただの偶然にしてはできすぎているような。僕今結構鋭いことを言ったよね。はい、多分。そうでしょそうでしょ。なんて冗談はさておき、気になる話だね。メモっとこ。情報提供ありがとうね。でも知らなかったんだな。なんだかつかみどころがない人だな。もう一回。メモメモ。気づいたこと。都市伝説エミオは今回の事件と18年前の事件によく似た話。都市伝説ね。考える。俺、刑事さんが黙り込んじゃったぞ。どうしたんだろう。聞く。気づいたこと？あれ？見る。上原刑事は僕の顔をじっと見ている。随分真剣な面持ちだけど、きっと何かに気づいたんだ。これが刑事の顔。やっぱり迫力あるな。本当かな。じゃあ聞いてみるか。気づいたこと。実はさ、僕とても重要なことに気づいてしまったんだけど。はい。探偵君、あの父兄さんと仲良しなんだね。いいなあ。やっぱりか。え？本
当に素敵だよね。彼女の存在ってある種の都市伝説だよね。彼女がここに転勤してきてくれてよかったってつくづく僕は思ってるんだよ。運命の出会いって感じだよね。さすがは神原。ほんとついてる。マジで神がかってるよな、俺って。神！来た。先輩、お疲れ様です。お疲れ様ですじゃないでしょ。あんた何くだらないことくっちゃべってんのよ。真面目に仕事しなさい、仕事を。もっと言ったって。もっと言ったって。違うんです。この子がうちの父兄さんが素敵だななんて言うもんだから、若いっていいなみたいな。なすりつけてきやがった。そんじゃ自分は失礼します。あとよろしく。出て行ってしまった。たくも。今朝はごめんなさい。まだ名乗ってなかったわね。捜査一課の久世純子です。宇津木探偵事務所の者です。今朝はお邪魔をしてすみませんでした。あなたのことうちが呼んだって知らなかったから申し訳なかったわね。いえ、そんな。ただし私の仕事の邪魔だけはしないでちょうだい。はい。聞く。ごめんなさい、仕事があるから失礼するわ。聞けないのか。行ってしまった。そして誰もいなくなったよ。移動しますか。そうだ、鎌田警部がまだ会議中かどうか念のために聞いてみよう。お願いします。一杯だけでいいんで。お茶なら自分で入れてください。本当に言ってる。女。上原刑事。僕もお姉さんが入れてくれた熱々のお茶飲みたいな。本当に言うんだ。やっぱ被るな。なんか被るな。そうすればこれからの捜査も全力で頑張れそうなのにな。うわ、探偵くん。もう帰るの？じゃあまたね。やっぱり断られてた。上原刑事、どんまい。見てたのね、今の。ちょっとお聞きしたいことが。じゃあ向こうで話しましょう。私も戻らなきゃいけないから。上原刑事からちゃんと話は聞けた？はい、一応。手だ。聞く。鎌田。すみません、鎌田警部は。ごめんなさい、打ち合わせが長引いちゃってるみたいなの。そうですか。また明日にでも出直した方が良さそうだ。その前に上原のことは。いろんな刑事を見てきたけど、あの人は特別ね。あなたはああいう大人になっちゃダメよ。気づいたこと。あなた少し大人っぽくなったわね。あれ、前の事件であったとかそういう人？帰ろう、宇津木探偵事務所。
それでは僕はこれで失礼します。鎌田警部によろしくお伝えください。気をつけて帰るのよ。ただいま戻りました。おかえり。お帰りなさい。君、今日の調査はどうだった？僕は警察署に話を聞きに行ってきました。鎌田警部は会議中だったので、上原という刑事さんが話してくれました。そうか。お疲れ様。あゆみちゃん、君は？私は佐々木くんのお家に行って話を聞いてきました。佐々木家はごく普通の家庭環境だと感じられました。家族仲もとても良かったみたいです。すごく辛い最中なのに、真実を知りたいからといってご家族には協力してもらいました。佐々木くんやご家族にトラブルなどはなかったようです。ただよかった、今言いそうになったね。夕べ遅くに帰ってきた佐々木くんはそのまま部屋に閉じこもって出てこなかったようです。遅くって何時ぐらいだろう。今までそんなことなかったみたいで、ご家族も戸惑っていたそうです。呼びかけても返事がないので様子を見ることにしたようなんですが、8時頃お母さんが玄関付近で物音に気づき見てみると、受話器を持った学校の制服を着たままの佐々木くんがいたそうなんです。すると佐々木くんは驚いたような顔で受話器を置くと、また自室に閉じこもってしまったということなんです。呼び出された感じだな。佐々木くんは誰かと電話で？様子を見る限りそうみたいよね。もちろん電話の相手はわからないわ。違うのかな。間もなくして佐々木くんは出かけたみたいね。ご家族は気がつかなかったみたい。それでああなったと。今日分かったことはここまでです。引き続き調査を進めていきます。佐々木くんの身に一体何があったんだろう。僕は18年前の事件の報じられ方を確認してきたんだ。ちょっと気になることがあってね。実は当時例の紙袋のことを警察は公開していなかったんだ。それで覚えてなかったってことね、紙は。なるほど。だから上原刑事は紙袋のことを覚えていなかったんだ。公開しなかった理由は何だったんでしょうか？心当たりはあるにはあるが、それについてはカマさんから聞いた方が確実だろう。会えなかったんだよな。わかりました。当時警察が事件の詳細を公開しなかったのならば、連続少女殺人事件が都市伝説エミオのモデルだと単純に結びつけるのには少々無理がありそうだね。そうだね。でも佐々木くんの事件とエミオはどこかで結びつくと考えるのが自然ですよね。その通りだ。今回の事件を解く鍵はこの都市伝説にあると僕は考えている。もしや先生。ああ、エミオのことは僕に任せてくれ。実に興味深い話だからね。さあ2人とも今日分かったことをもとに君たちの推理を聞かせてくれないか？おう、入る。わかりました。始めましょう。ファミコン探偵クラブだよ、これこそ。ここね、遺体で見つかった佐々木くんの頭には笑顔が描かれた紙袋がかぶせられていたが、これと同様の事件は過去にも起きていた。それは18年前。18年前だ。そうね。
その通りだ。18年前の事件は3件の連続殺人事件だった。そして被害者には共通していることがあった。それは全員が10代の女の子だった。10代の女の子だった。ひどい事件よね。18年前の事件の犯人は今も捕まっていない。それと紙袋の件は当時から一度も公開されなかった。となるとその事実を知っている可能性がある人物はごく限られてくる。犯人、被害者遺族、当時捜査に当たった警察、遺体を発見して通報した人。あ、そっか。じゃあそれぐらいか。関係者いやー、まだ何もわかんないな。どう？これまでに集めた情報から何か気づいたことはある？そうだね。今の段階で言えることは。佐伯君を殺した犯人は見当つかない。あのホニャララの様子には引っかかるものがある。あのホニャララに相手はラッキーだった。何？何これ？カッコなんか埋めなきゃいけないの？これだ。あの様子には引っかかるもの。さきくん。これだね。あの佐々木くんの様子には引っかかるものがある。そうなの？あれダメ？なんとなくだけどね。今日の調査で分かったことはそれぐらいだね。情報の整理きちんとしていかなくちゃ。お互い助け合いましょうね。そうだね。このまま進んでいくんだな。期待しているよ、2人とも。では明日も手分けして調査を進めよう。おい。私は佐々木くんが通っていた中学校へ情報収集に行ってみます。僕は引き続き警察署で情報を集めます。頼んだよ。おお、これで1章終わりか。第2章だね。失踪で警察署か。鎌田警部、これでやっとお疲れ様です。話聞けるわけね。おお、君か。昨日は来てくれたのに席を外していてすまんかったの。いえ、お忙しいと思いますから。今はお話を伺っても大丈夫ですか？っていうところですけどね、まあ長くなったのでちょっと一章終わったところで終わりにしたいと思います。今ね、確かね、このゲーム3章まで確か体験版が配信されていると思うので、興味のある方はダウンロードして遊んでみてください。一応ね、まあでも1章だけちょっとね、これまでの作品とのつながり的なもの、あと時系列的にこの作品はどこなのかっていうのもちょっと分からなかったですけど、まあもっとやっていけば出てくるのかな。まあとりあえず今回の動画はね、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価やチャンネル登録、そしてコメントをよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。いさいさでした。またね。